こんにちは、アリアです。前回は、5次元意識とは何か、ということについて、お話ししました。今回は、その続きとして、5次元的な意識状態になると、日常生活にどのような変化が現れるのか、特にわかりやすい、3つの領域、情報の受け取り方、時間の感覚、人間関係に焦点を当てて、お話しします。まず、一つ目の変化は、情報の取捨選択の基準が変わるということです。5次元意識にシフトしていくと、それまで日常的に追いかけていたテレビ、ニュース、エンタメ、SNS などが急に必要ないと感じるようになります。これは意識の中で起きている変化によって、自分にとって本当に必要な情報と、ただ刺激として消費していた情報がはっきりと分かれてくるためです。例えば、芸能人のスキャンダルや過度なショックを与えるようなニュース、消費を煽るだけの広告などに対して疲れると感じるようになったとしたら、それは意識の選択基準が変わりつつある証拠です。この変化は誰かに教えられてそうなるというよりも、感覚的に見たくない、入れたくないと思うようになることで自然に現れます。実際、5次元意識へ移行した人の多くが SNS のフォロー数を大幅に減らしたり、テレビを全く見なくなったりする傾向があります。その代わりに、自己理解や心理、身体、環境、哲学など、本質的な情報を求めるようになるのです。これは、現実逃避でも、交渉ぶるということでもありません。自分の脳と感情を疲れさせず、自分にとって必要な情報だけを取り入れていたいという、ごく自然で合理的な判断です。次に起きるのが、時間の捉え方の変化です。3次元的な時間感覚とは、朝起きて夜眠る。1時間は60分。週5日働くなど、一定の構造や社会的ルールによって成り立っている感覚です。しかし、5次元意識に移行していくと、時間を枠ではなく、流れとして感じるようになります。例えば、午前中に集中して作業していたら、午後は何もできなかった。でもそれで OK という感覚。あるいは、1時間しか経っていないのに、すごく多くのことが進んでいるように感じたり、逆に何もしていないのにもう夕方というように、時間の密度が変わって感じられることもあります。この変化は、自分のエネルギーの流れを基準に行動していることから起きます。つまり、今の自分が何をしたいか、どんな状態かに合わせて動くため、時計の時間と実感がずれるのです。実際、5次元意識にある人たちは、手帳やスケジュールを細かく管理するよりも、やるべき時が来たら、自然に動けるという感覚を信頼している人が多いです。これは怠けることとは違います。自分の集中力や身体のリズムを無視せず、効率と心地よさを両立させる選び方です。そして3つ目の変化が、人との関係性の変化です。5次元意識に移行していくと、それまで何の違和感もなく付き合っていた人との関係に、ズレや違和感を感じることが増えていきます。例えば、昔は楽しかった友人との会話が、最近は話が合わない、疲れる、無理して笑ってしまう、そんな感覚になる場合、それは周波数が合わなくなってきたサインです。ここで重要なのは、それが相手を否定することではない、ということ。お互いの生き方や価値観が変化しているだけで、合わないイコール悪い人ではないのです。現実的には、そういう関係性は、自然に距離ができたり、連絡頻度が減っていったりします。あえて嫌うわけでも、喧嘩するわけでもなく、
合わなくなるだけです。これは、無理に続けると、自分のエネルギーが摩耗するような、違和感として体にも現れます。反対に、価値観や生き方が近い人とは、数年ぶりに再会しても、すぐに深い会話ができたり、初対面でも安心感を感じたりすることもあります。こうした関係性の変化も、5次元意識では、ごく自然なことです。自分を責める必要も、誰かを切り捨てる必要もありません。ただ、自分が無理をしていないか、今も心地よく関われているか、その一点を定期的に見直すことが大切です。このように、5次元意識の移行は、非常に現実的な行動の変化として現れてきます。まとめると、情報の選び方が刺激ではなく、本質重視に変わる。時間の感覚がスケジュールではなく、自分の流れになる。人間関係が無理をしない、無理させない自然な距離感になる。どれも派手な体験ではありません。けれど、あなたの生活全体の心地よさと安定感を高めてくれる、非常に現実的な変化です。次回は、さらに深い変化、感情の扱い方、体の感覚、生活スタイルの簡素化についてお話ししていきます。これもまた、誰にでも起こりうる、具体的な変化です。あなた自身の生活に、すでにその兆しがあるかもしれません。また次回、お会いしましょう。